恋人が亡くなっても気にせずに遊びほうけている人がいたら、あなたはどう感じますか？2022年11月、アメリカ・オハイオ州クリーブランド。ハッピーハロウィン。週末のホテルの部屋に響く若者たちの笑い声。友人とハロウィンパーティーを楽しんでいるその少女はマッケンジー・シリラ。少女たちは非日常の空間に大はしゃぎしながら自分たちの仮想姿を次々に SNS へアップしていきます。マッケンジーはつい最近モデル事務所に所属したばかりのインフルエンサー。何より容姿に自信があった彼女は今回の投稿でも自分を褒めるコメントが多数届くのを期待していたんです。しかしマッケンジーの思惑とは裏腹にその投稿をいぶかしそうに眺めている女性がいました。一体どういう神経でこんな投稿ができるの？複雑な表情でそうつぶやいたのはマッケンジーの恋人ドミニクの母親。その反応はマッケンジーと恋人の間に何かトラブルがあったことを物語っていました。そう、実はマッケンジーはこの3ヶ月前に自分が運転する車の事故で恋人を死なせていたんです。恋人を死なせた直後にもかかわらずパーティーで大はしゃぎする少女。周囲の人々が違和感を覚えた彼女のその態度の理由とは？大きな批判にさらされた彼女はこの後普通の青春を手放さざるを得なくなったんです。おそす、再来週タイに行ってこようかな。ケンちゃんです。かな。パスタはアルデンテ、ラーメンは固め濃いめ多め、ヤミコです。というわけでね、ヤミノさん、ラーメン、パスタ、ラーメン来たらガパオライスです。麺類でもないじゃん。ガパオライス食べたことありますか？ガパオライスあるわよ、もちろん。もうあれはね、神の料理ですね。タイのガパオライス、フィリピンのシシグ、そしてね、日本のお寿司。これだけあればね、多分一生生きていける。なんでパスタか、ラーメンかじゃないの？そこまでお寿司なんだ。まあ、中国のラーメンね。そしたらね。ラーメンは中国だってこと？発祥の地ね。はいはい。で、朝鮮の冷麺。韓国の、どうしよっかな。韓国のサムギョかな。あなたが好きな料理を述べただけね。本日ご紹介するのはアメリカ・オハイオ州で起こってしまった衝撃的な事件について。一人の少女が車の運転中に死亡事故を起こしてしまったんですが、彼女のその後の行動があまりにも不謹慎だとして話題になったこの事件。それは SNS の投稿がめちゃくちゃ炎上して事件というか話題になったとかそういう話なの？実はですね、これ彼女がうっかりでそういう投稿をしたとかそういう話をしたとかそういうことじゃなくてですね、まさにね、それが彼女の真の裏の顔だったんです。果たして彼女が取ってしまった不謹慎と言われる行動は一体何なのか、そして死亡事故とは一体どのようなものだったんでしょうか。訳ありのインフルエンサー。2022年11月、アメリカ・オハイオ州クリーブランド。ハッピーハロウィン。ハロウィンを迎えた週末、友人とホテルの部屋を貸し切りパーティーを楽しんでいた少女はマッケンジー・シリラ。目の周りを真っ黒に塗り、まるで口が耳まで裂けているかのように口紅を引いたメイク。服の至るところが引き裂かれ、肌を露出させた彼女の仮装は死体をイメージしたものでした。最高。大音量の音楽に合わせスマホの前で踊るマッケンジー。つい最近モデル事務所に応募しインフルエンサーとして活動し始めた彼女はパーティーの様子を SNS でも発信していました。今日はちょっと大胆な衣装だからみんなびっくりしてるんじゃない？寄せられるコメントは好意的なものばかりで、マッケンジーも上機嫌に SNS を眺めていたんです。その投稿画面を怪訝な目で見つめている人物がいるとは考えもせずに、一体何を思ってこんな投稿ができるの？スマホを片手にそうつぶやいたのはマッケンジーの恋人ドミニクの母。彼女がマッケンジーの投稿に違和感を覚えたのはこのつい3ヶ月前、マッケンジーがある事故を起こしていたためでした。2022年7月31日早朝5時半、マッケンジーは恋人のドミニク・ルッソと友人のダビオン・フラナガンを愛車に乗せて走っていました。夜通し3人で遊んだその帰り、マッケンジーは2人をそれぞれ家まで送ろうとしていたんです。僕までごめんね、気にしないで、ついでだしね。気の優しいダビオンはそう言ってカップルに気を使いますが、マッケンジーはお安い御用といった様子。この時はダビオンも彼女の車に乗ったがために自分に悲運が訪れるなどとは思いもしていなかったでしょう。そしてその時は突如として訪れました。危ない。恋人のドミニクがそう叫んだ時にはすでに手遅れ。車内の会話に夢中になっていたマッケンジーはカーブを曲がりきれず、その車はなんと通り沿いのビルに激突してしまったんです。交通事故っていうからさ、玉突きだとかなんか車同士で衝突したとかそういう話かと思ってたら、ビルに激突しかも17歳の子があって違法薬物とかそういう犯罪者みたいな人が暴走したとかじゃないとさ、なかなか聞かないわよ。マッケンジーはね、この時まだ17歳ですし、運転にね、不慣れだったとはいえね、ちょ
っと驚いちゃいますよね。そしてこの事故はマッケンジーにとって残酷すぎる結果につながっていくんです。硬いレンガの壁に突っ込んだマッケンジーの車は原形をとどめないほどに大破。そして後部座席に乗っていた恋人ドミニクと友人のダビオンは2人とも即死してしまったんです。運転席に座っていたマッケンジーは意識を失っていましたが、奇跡的に足首を骨折する程度で済んでいました。私のせいで2人が病院で目を覚ますとともに恋人と友人の死を知り、涙を流すマッケンジー。不慮の事故で2人を死なせてしまった彼女の心の傷は計り知れず、家族も知人もかける言葉を見つけられずにいたんです。マッケンジーと3年ほどの付き合いがあった恋人ドミニクの家族も当初は彼女に同情していました。しかし事故の怪我が治り退院すると、すぐにモデル事務所へ応募したり、友人とパーティーを楽しんだり、一人生き残ったマッケンジーの振る舞いはとても大切な人を亡くしたとは思えないものだったんです。これはしかるべき機関に調べてもらう必要があるわね。しかるべき機関に調べてもらうってことはもう、遺族はマッケンジーが故意にやったんじゃないかって思ってるってことよね。そうなんです。遺族の訴えにより、ここからマッケンジーが起こした事故についてさらなる調査が進められることになったんです。一方で彼女が不謹慎な振る舞いをしたことについては、仕方がなかったと擁護する人々もいたんです。少女の葛藤。恋人や友人を死なせてしまった直後にもかかわらず、パーティーで大はしゃぎする様子から不審な目を向けられたマッケンジー。一方でマッケンジーを擁護したのは彼女の母でした。あの子を責めないであげてください。パーティーに行くように勧めたのは私なんです。マッケンジーは自分の不注意で恋人と友人を亡くしたことに強い責任を感じ、入院中ずっと塞ぎ込んでいたといいます。そんな娘の姿を前にマッケンジーの母はとにかく外へ遊びに出かけるように促していたというんです。私が遊びに行くように言ったから落ち込んだままじゃダメなんだって、きっと無理に明るく振る舞おうとしてたんです。じゃあマッケンジーはお母さんに心配をかけたくなかったからそういう行動をしてたってこと？それもね、あるかもしれないんですけど、極度のストレスにさらされた人にはね、よく見られるとある状態に陥ってたんじゃないかとも言われてるんです。というわけで本日のメトロアキーワード、総的防衛について。総的防衛とは、過剰にストレスがかかった際にストレス対象から目をそらすことで心を守ろうとする防衛規制の一種。主に辛い出来事が起こった際に大したことではなかったと軽視して紛らわす、本当は悲しいのに憎んだり恨んだりして紛らわす、アルコールや遊びで紛らわすなどの行為が挙げられるんです。総的防衛の問題点は、短期的にはストレスから目を背けられるものの根本的な原因の解決にはならないこと。例えば双極性障害の患者が摂食障害を併発し、気分が落ち込んだ際に過食に走るのも総的防衛の一つ。短期的にはストレスを紛らわせてもその行動で病気が治るわけではないことは明白なんです。事故の後のマッケンジーは友人とパーティーではしゃいだり、モデル事務所に応募してインフルエンサーとして活動を始めたり、大切な恋人と友人を亡くした事実からとにかく目を背けることで気を紛らわせようとするように見えました。しかし亡くなった恋人ドミニクや友人ダビオンの遺族からすれば、その行動が心の傷を紛らわすためという主張はどうにも解せなかったんです。マッケンジーの行動はどう考えてもやりすぎてるんです。遺族がそう感じるのも当然のこと。ある時マッケンジーはボディラインが強調された派手なドレスを着た写真を SNS にアップ。そのドレスには次のような文字の装飾がされていました。権力、名声、貪欲、浪費、お金にワンピースか。そう、マッケンジーがアップするのは死亡事故の当事者として不適切と捉えられる格好ばかりだったんです。さらにマッケンジーの投稿にはマリファナを加える姿を撮影したものもありました。当時のオハイオ州では施行用の大麻は合法化されていません。マッケンジーの投稿内容が事実であれば、彼女は立派な犯罪を犯していたことに。それらの事実からいくら気を紛らわすためだと言われても遺族の疑念は拭えず、マッケンジーが起こした事故は意図的な殺人の可能性も含め起訴される運びとなっていくんです。マッケンジーが気を紛らわすためにやってる行動だって聞いて、確かにそういうこともあるのかもしれないって、ちょっと同情しかけてたんだけど、さすがにやりすぎなんじゃないこれは。怪しいですよね。ただ問題はね、この事故でマッケンジー自身も間違いなく危ない目にはあってはいるんです。自分も死んでいたかもしれないその事故に本当に殺意はあったのでしょうか。地獄へのドライブ。2022年7月末、それはマッケンジーが事故を起こしてしまう数日前のこと。彼女はその日一人で車に乗り、クリーブランドから20分走った郊外にあるストロングスビルの街を訪れていました。そこはマッケンジーの行動範囲からは外れた普段走ることのない場所。早朝の時間帯でほとんど人通りのない街並みを眺めながら、マッケンジーはぽつりとつぶやきました。この感じなら誰にも見られずに事故を起こせる。
そう、この日マッケンジーは自分が事故を起こすことになる現場の下見に訪れていました。彼女がこの計画を思い立ったのは、ここからさらに2週間前の恋人ドミニクとのあるやり取りがきっかけだったんです。2022年7月17日。なんでいつもあなたはそうなのよ。私の気持ちなんて何にも分かってない。マッケンジー、落ち着いて、ひとまず話は帰ってからにしよう。その日、恋人のドミニクとのドライブ中に突然機嫌を損ねてしまったマッケンジー。彼女は道路脇に車を止め、ドミニクを外へ引っ張り出すと、もう何時間も人目もはばからずに怒鳴り続けていた。ドミニクがいくらなだめようと、マッケンジーの怒りは収まりそうにもない。このままじゃ拉致が開かないから、今日はもう別々に帰ろう。ドミニクはため息混じりにそう言うと、友人に迎えを頼むため携帯を取り出した。そして電話中の彼の背中へ向かい、マッケンジーは確かにこう言った。早く車に乗りなさいよ、今すぐに。あなたごと車をぶつけて死んでやるんだから。当時3年ほど交際していたマッケンジーとドミニクはドミニクの実家で半同棲のような状態にありました。それだけ距離が近かったからか、この頃の2人には喧嘩が絶えなかったというんです。ドライブの一件の後もヒステリーを起こしたマッケンジーをドミニクが家に入れたがらず口論になっていました。この時家の鍵を開けようとしないドミニクに対し、マッケンジーは次のように脅しをかけました。早く開けなさいよ。開けないとあなたの車をぶっ壊すわよ。3、2、1。車のドアに手をかけてカウントダウンを始めたマッケンジー。ドミニクは脅迫の証拠として携帯でその様子をしっかりと録音していました。そしてこの2週間後の7月31日、マッケンジーは恋人のドミニクと友人のダビオンを乗せたその車でビルの衝突事故を起こすんです。つまりこれってマッケンジーはドミニクとの喧嘩で自暴自棄になって結果、一緒に心中というか、死のうとしたってこと？そうなんです。事故現場の防犯カメラ映像からも彼女が意図的に事故を起こしたんじゃないかというところも読み取れるんです。事故の当日、防犯カメラが捉えたマッケンジーの車の挙動からこの事故が単なる不注意で起こったとは考えにくいとされました。現場に到着するまではゆっくりと安全運転で走っているように見えるマッケンジーの車。しかし現場付近の直線に差し掛かるや否や、その車は突如スピードを上げ時速160キロもの速度に。その後5秒間ブレーキが踏まれることはなく、車はそのままビルへ衝突。このほか人通りの少ない早朝の時間帯にいつもは走らない道を走っていたことなども含め、マッケンジーは故意に事故を起こしたとみなされたんです。ちなみに友人のダビオンはマッケンジーと特別確執があったわけではなく、たまたま車に乗り合わせたところを巻き込まれただけ、完全なとばっちりだったんです。そして自暴自棄を起こした張本人のマッケンジーだけが偶然にも生き残ってしまったんです。こうして事故から約1年後の2023年8月、殺人、麻薬所持など複数の罪に問われたマッケンジーに下された刑は最低15年間仮釈放なしの終身刑。判決に際し彼女はボロボロと涙を流しながらこう語りました。ドミニクとダビオンのご家族の皆さん、本当に申し訳ありません。いつか私がやったことが故意ではなかったと分かってもらえる日が来ることを願います。ドミニクもダビオンも大好きだった。彼らの苦しみを私が取り除いてあげられたらいいのにと思います。故意じゃなかったっていうのはちょっと無理があるんだけどさ、恋人と友人を死なせてしまってることとは後悔してるみたいだし、この先反省してほしいわよね。本当そうなんですよ。そうなんですけど、実はね、マッケンジーはこの後もですね、全然反省してないって言われてるんです。なんで？終身刑の判決を受けた後、事故を起こしたことを悔やみ、ドミニクとダビオンの死を悼む言葉を語ったマッケンジー。しかし涙を見せた彼女のその態度は単に自分が刑務所に入りたくないためのものだという人も少なくないんです。マッケンジーは学校ではいじめっ子として知られており、同級生にこんな言葉をかけたこともありました。そんなにいじめが辛いならもう死んじゃえば。自己中心的でナルシスト、いつも他人を見下している彼女は周囲から性格にかなり難があると見られていたんです。大切な恋人と友人を死なせてしまったにもかかわらず、気にする様子もなく遊びほうけていたマッケンジー。その行動が悲しみから目を背けるためでなかったとしたら、彼女にとって2人の死は本当に取るに足らない出来事だったというのでしょうか。